毎年正月が近づくと松竹梅の寄せ植えを作って飾っています。作った時はつぼみだけだった梅の木が正月中に美しく咲くのを見るのが楽しみです。この動画は今年2025年の寄せ植えをいろいろなゾーンプレートで撮影して比較したものが中心ですが、最初に今までの寄せ植えのいくつかをレンズ付きカメラで撮ったものをご覧ください。これは今から16年前の2009年の正月を迎えるために作った寄せ植えです。この写真を撮影した時にはまだ梅の木はつぼみだけで花は咲いていません。これは2012年の寄せ植えを上から撮ったものです。小川にかかる橋、五重塔、石灯籠と鶴、亀は今も健在です。2018年の寄せ植えを横から撮ったものです。梅の花が咲いていないのはここまでの写真と同じですが、この写真では笹の葉と松の葉がはっきり生き生きと写っています。2022年の寄せ植え写真では真っ白な梅の花が見事に咲いています。いずれの年も寄せ植えを作るときには梅の花は咲いていませんが、新年になるとこのように咲き始めるようになっています。ここからは2025年正月の寄せ植えです。梅の花はピンクの色で咲いています。いろいろなゾーンプレートを使ってこの寄せ植えを撮った写真をご覧ください。ゾーンプレートで撮影した寄せ植えの写真に写る前に、ゾーンプレート写真について簡単にまとめておきます。ゾーンプレートにはいろいろな種類がありますが、まず振幅型ゾーンプレートと位相型ゾーンプレートに分けることができます。振幅型ゾーンプレートが基本的なゾーンプレートで、位相型はレンズの機能を組み込んだゾーンプレートであると言えます。通常位相型ゾーンプレートを使えば振幅型ゾーンプレートに比べてより鮮明な写真が撮れます。この動画ではいろいろな種類の振幅型ゾーンプレートで撮った写真を比較しますが、その前にこの位相型ゾーンプレートで撮影したこの写真をご覧ください。これは焦点距離 50mm、レベル数6の位相型ゾーンプレートを使って撮影した写真です。振幅型や位相型ゾーンプレートについての詳しい説明はこのチャンネルの他の動画で説明してあります。普通写真はガラスなどの透明物質の屈折現象に基づくレンズを使って撮影します。レンズを使わないでも光は小さな穴を通り抜けてまっすぐ進むという光の直進性を使って撮ることができます。ピンホール写真です。これに対してゾーンプレート写真は光の回折現象を使って撮影されると説明されています。これらの説明は正しいのですが、このままではレンズ、ピンホール、ゾーンプレート、それぞれで写真が撮れる原理の関係やそれぞれの特徴がどうして出てくるのかが分かりません。実はこれらの原理はすべて電磁波という波の建設的干渉によるものであるということができます。このように大元の原理から説明すれば、これらの写真の間の関係もはっきりして、それぞれの特徴がどうして現れてくるのかも分かります。図のような波は図のように同じ高さの山と谷が繰り返される周期的な現象です。周期的な現象なので、波の状態を知るには一周期の中のどの位置にあるかということが重要です。この位置のことを位相と言います。周期的に繰り返す現象ですから、位相は時計の針のように回転に対応づけて考えるのが便利です。そこで位相は度やラジアンで表して、一周期の長さを360度あるいは 2π ラジアンというのが普通です。位相は周期的なので、ある値に360度あるいは 2π ラジアンの整数倍を加えても同じ位相であると言えます。したがって周期的現象である光の波について同じ位相の同じ大きさの波を加え合わせれば、波の大きさは2倍となり、
これらの波の位相が半波長、すなわち180度あるいはパイラジアンだけずれていれば大きさがゼロになってしまいます。前者のような波の構成を建設的干渉と言い、後者は破壊的干渉と言います。同じ点から出てきた光の波を同じ点に集めて建設的干渉を起こすようにする素子がレンズやゾーンプレートなのです。被写体上の一点から出た光は四方八方に球面波として進んでいきますが、その一部を一点に集めて光の強さを強くしてその一点の像を作るのがレンズやゾーンプレートの果たす役割です。この時、被写体が十分遠くにあればレンズやゾーンプレートのところでその球面波はほとんど平面波であると考えられるので、レンズやゾーンプレートのある平面上のすべての点で位相は同じになっています。この同一位相の光の波を光軸上にある焦点に集めるとき、レンズやゾーンプレートの中心を通る光に比べて縁の方を通る光は焦点までの距離が長いので時間がかかり、同時に出発しても焦点の位置に来たときには位相が変わってしまいます。そこでレンズでは真空以外の透明な物質中では光の速度が遅くなるということを利用して位相を合わせます。中心のガラスが厚くなった凸レンズでは中心に近いところで通る光ほど位相が遅れるので、半径によって厚さを調整することでレンズを通る光がすべて同じ位相で焦点に集まることができます。一方、ゾーンプレートではレンズのように光の速さを調整しているわけではありません。位相は光の波の波長の整数倍だけ足しても引いても変化がないことを考慮して、焦点までの距離が長い外縁部では波長の整数倍だけ長い距離を通る光だけを利用するように透明ゾーンを作ってあります。レンズの場合、焦点で建設的干渉を起こすために光の波長を依存すれば関係ありません。同じ位相でレンズに入った光は波長の違いがあっても同じ位相で焦点に集まります。また、レンズでは透明物質の物性によってわずかの色白さが生じますが、ゾーンプレートの場合は建設的干渉を起こすかどうかは光の波長が直接関わっているので大きな違いが生じます。しかも真空型ゾーンプレートでは焦点で集まる光の位相は完全に一致しているわけではありません。厳密に一致するのは一つの透明ゾーンの中のある半径の円状の点を通ってきた光だけです。これを改良してもっと多くの建設的干渉を起こすようにレンズの考え方を加えて改良してあるものが位相型ゾーンプレートです。このグラフは光の波長を550ナノメートルとして設計した振幅型位相型ゾーンプレートについて、点光点の位置を未然台と 1300mm とした場合について像点に集まる光の強さをプロットしたもので、極めて狭い波長範囲の光しか建設的干渉を起こさないことがわかります。もっとも目やカメラの赤、緑、青のセンサーの感度分布範囲はそれぞれそれほど狭くありませんから、得られた像の色は実際と全く違って不自然に見えるということだけではありませんが、前と同じく焦点距離 50mm の振幅型と位相型ゾーンプレートについて光軸方向の光の強度分布の求めたグラフです。焦点の位置がわずかに違っているようですが、大きな違いは見られません。前と同じゾーンプレートについて、像のできる面の上での光の X 方向分布について計算したものです。実線は焦点面で、点線は点光点が 1300mm 離れたところにある場合の平面です。中心に収束している部分の分布は、緑色の振幅型も赤の位相型もほとんど同じですが、中心から離れたところで振幅型の数値が高くなっています。ゾーンプレート写真らしさの原因になっていると思われます。以下、
基本的なゾーンプレートである振幅型ゾーンプレートについて考えていきます。振幅型ゾーンプレートにもいろいろな形のものが考えられます。最も基本的なものは左上の図のようなフレネルゾーンプレートです。このゾーンプレートは光の波長を決めたときに各ゾーンの境界線上の点を通って焦点に達した光は半波長ずつずれているようになっています。この結果、すべての透明ゾーンを通ってきた光は光源となる点を出た時は同じではないのですが、位相はほぼ一致していて、焦点の位置で建設的干渉を起こします。フレネルゾーンプレートを基本にしていろいろな振幅型ゾーンプレートが作られますが、右側のフラクタルゾーン構造と書かれているものは、フレネルゾーンプレートの境界線の形を保ったまま、透明不透明領域をフラクタル数列に従って変化させたもので、下の基本的ゾーン構造と書かれているのは、透明不透明領域の関係はフレネルゾーンプレートにおける関係を維持したまま、その幾何学的形状を変化させたものです。フォトンシーブはフレネルゾーンプレートにおける透明領域を小さな円形領域の集合に置き換えたもので、合計ゾーンプレートは透明領域の条件をなるべく満たしながら円形の透明ゾーンを正方形に近い形にしたものです。次にフラクタルゾーンプレートについて見てみましょう。透明ゾーンを0、不透明ゾーンを1で表してゾーンの並び方を書き表すと、フレネルゾーンプレートのゾーンの並び方は01010101というふうに表されます。フラクタルゾーンプレートとは、この並び方が何らかのフラクタル的な性質を持つように、透明ゾーンと不透明ゾーンを並べ替えて作ったゾーンプレートです。最初はカントールゾーンプレートです。この場合、フラクタル数列は0からスタートして、0は010に、1は111に変化させてゾーンの集合を作っていきます。そのようにして作ったゾーンプレートの番号を N 間としイコール0123として区別します。N は対応する基本的なフレネルゾーンプレートのゾーン数を表します。また N トランスは透明ゾーンの数を表します。フレネルゾーンプレートの場合、透明ゾーンの総面積はゾーンプレート全体のほぼ半分ですが、カントールゾーンプレートの場合、その比率はゾーン数の増加とともに急激に減っていきます。次に示すゾーンプレートはフィボナッチゾーンプレートです。フィボナッチゾーンプレートの順番は N フィブで表すことにします。この場合、N フィブ番目のゾーンプレート、ゾーンの並びを Fn とすると、Fn は Fn-2 と Fn-1 をこの順で並べたものになっています。なお、この計算の時に F1 イコール0ですが、一つ前の0番目の要素 F0 は必要になるので F0 イコール0としておきます。ここで注意すべきことは、フレネルゾーンプレートにおける不透明ゾーンに対応するゾーンでありながら透明になるゾーンがあることです。この表で青い背景で示してあるゾーンです。このようなゾーンを通った光は焦点で破壊的干渉に寄与することになりますから、このようなゾーンがたくさんあると、焦点の位置はゾーンプレート設計に用いた値から変化します。この結果、ゾーンプレート設計に用いた名目的焦点と違う点に実際の焦点ができます。次に示すのはトゥーモースゾーンプレートです。このゾーンプレートは N-1 番目のゾーンプレートのゾーン構成の後ろに N-1 番目の
ゾーン構成において透明ゾーンと不透明ゾーンを交換したゾーンの構成をつなげることで新しいゾーン構成を作り出します。このゾーンプレートでのフィボナッチゾーンプレートと同様な理由で、実際の焦点は設計に用いた名目的焦点とは違う場所に現れます。ここまでに説明したことによって作られるフラクタルゾーンプレートの振る舞いを数値計算で確かめます。最初はフネレルゾーンプレートとカントールゾーンプレートの比較です。いずれも焦点距離が 50mm です。フネレルゾーンプレートはゾーン数が27で、カントールゾーンプレートについてもゾーン数27のフレネルゾーンプレートに対応する N 間イコール3です。左が焦点面上での X 方向の分布、右が Z 方向の光の強度分布です。焦点の近傍ではいずれのゾーンプレートでも光は同じように収束していますが、少し外れるとカントールゾーンプレートの方が光の強度が強くて、写真に撮ると鮮明さが少し増すものと思われます。このグラフはフィボナッチゾーンプレートとトゥーモースゾーンプレートについて計算した結果です。いずれも計算に用いた名目的焦点距離は8億550ナノメートルに対して 50mm で nFib イコール4、nTHM イコール6です。これは対応するフネレルゾーンプレートのゾーン数にすると21および16となります。実際の焦点距離はフィボナッチゾーンプレートについては 42mm および 66mm、トゥーモースゾーンプレートについては 38mm および 78mm となります。左のグラフが光軸上の光の分布で、右のグラフがそれぞれの焦点面上の光の分布を表しています。いずれの場合も中心付近の分布に大きな違いが見られませんが、離れたところではフレネルゾーンプレートにおける光の分布が少なくなって鮮明な像を作り出しているようです。寄せ植えを撮影したゾーンプレート写真で各ゾーンプレートの違いを見てみます。最初は基本的ゾーンプレートであるフレネルゾーンプレートによるもので、焦点距離は F イコール 50mm、ゾーン数は N イコール27のゾーンプレートによるものです。カントールゾーンプレートによる写真です。N 間イコール3で、対応するフレネルゾーンプレートのゾーン数は27です。ゾーンプレート対応のゾーン数 N イコール21である nFib イコール6のフィボナッチゾーンプレート写真です。この写真の実際の焦点距離は 66mm です。N ゾーンプレート対応のゾーン数 N イコール16である nTHM イコール4のトゥーモースゾーンプレートの写真です。この写真の実際の焦点距離は 78mm です。的ゾーン構成のゾーンプレートについて見てみます。フラクタルゾーンプレートに比べると、この種のゾーンプレートは見た目にはフレネルゾーンプレートと大きく違っているように見えますが、本質的ゾーン構造はあまり変わらないので、比較的似た結果が得られます。このグラフは焦点距離 50mm でフレネルゾーンプレートに対応するゾーン数が19のフォトンシーブとゾーン数が9の法定ゾーンプレートによる XZ 面内の光の分布です。いずれも Z イコール 50mm に焦点が結ばれています。焦点距離 50mm ゾーン数27のフレネルゾーンプレートによる写真です。フレネルゾーンプレート対応ゾーン数19のフォトンシーブによる写真です。鮮明さが少し低下しました。法定ゾーンプレートの焦点面上での光の分布です。いずれも焦点距離は 50mm で、ゾーン数は
左が9で右が27です。方形ゾーンプレートでは透明ゾーンが縦横直線上に並んでいますが、その直線上ゾーンに直行する方向に光芒が現れるのが特徴です。x イコール0、z イコール0に現れている明るい直線がその原因です。ゾーン数9の方形ゾーンプレートによる写真です。ゾーンの向きは水平方向と垂直方向なので、写真全体にその方向性が現れています。ゾーン数81の方形ゾーンプレートによる写真です。ゾーンプレートの向きが45度傾いているので、写真にもその特徴が出ています。位相型ゾーンプレート、振幅型フレネルゾーンプレート、カントールゾーンプレートによって撮影した写真の比較です。位相型ゾーンプレートは28ゾーン相当ですが、他の2写真と撮影したゾーンプレートは27ゾーンです。それぞれの間の大きな差が見られません。前の2枚と同じ被写体についての写真で、フィボナッチ・トゥーモースゾーンプレートおよびフォトンシーブによる写真です。前の写真よりは鮮明度が落ちました。今度は方形ゾーンプレートによる写真です。左はゾーン数9、右はゾーン数27の方形ゾーンプレートでよるものです。方形ゾーンプレート写真の特色が出ていますが、特にゾーン数が多い場合の写真の鮮明度はかなり落ちています。最後までご覧いただきありがとうございました。本チャンネルアトリエボンリューでは、この動画のようなゾーンプレート写真と見えない光で撮る写真の赤外線写真、紫外線写真を対象にしています。ぜひご覧ください。